2026年6月12日アメリカ政府が UFO/UAP の機密ファイルを新たに72件公開した。その中には市民が iPhone で撮影し政府が分析して認定した発光体の映像が4本含まれている。そしてその映像が撮られたのと同じ場所で FBI の捜査官自身もその物体を直接目撃していた。公開したのは機密解除プロジェクトパーシューが2026年6月12日に行った3回目の一括公開リリース03だ。ファイルは全部で72件。内訳は FBI が29件、CIA が18件、国防総省が12件、NASA が11件。その他に情報機関と政府の文書が2件ある。形式で見ると文書が53件、画像が10枚、映像が6本、そして音声が3件ある。今回は一番新しい記録から古い記録へと時代を遡っていく。2026年の FBI の捜査から2022年のコロラド、冷戦期の CIA、そして1960年代の宇宙へ。まず、一番新しいクラスター。アメリカ北東部では2021年から2025年にかけて市民が撮影した発光体の映像が4本公開された。2021年11月午前5時頃、地平線の近くに現れた一つの強い光が複数の光に分かれ、互いに不規則に回転しながら左から右へゆっくり動いた。2022年3月には2つの赤い光がほぼ静止して浮かび、下の光がゆっくりと回転した。2024年10月、池の上に現れた物体はプラズマのような球体と記録され、形と明るさを変えながらおよそ45分その場にとどまった。そして2025年7月、ある住宅の裏庭で地上およそ25フィートに強い光が浮かび、目撃者とその配偶者がこれを目撃した。いずれも撮影された場所は北東部の同じ地域だ。政府は撮影者のプライバシーを守るために映像の一部を切り取った以外、編集や加工は加えていないとしている。これらの映像の裏には FBI の捜査記録がある。FBI は捜査の活動を記録する FD1057 という書式に一連の経緯を残していた。2024年10月 FBI の特別捜査官が目撃者から映像を集め、撮影の状況を聞き取った。同じ月の聞き取りで、目撃者は過去3年の間に何度も同じ現象を見ていたと語っている。11月捜査官は現地を調査し、その際2人の特別捜査官自身が未確認の現象を直接目撃した。翌12月捜査官は自分たちが目撃した場所をもう一度調べに戻っている。さらに2026年2月の FD302 という面談記録には、同じ地域の事案についての目撃者の証言が残されている。映像、聞き取り、現地調査、そして捜査官自身の目撃。FBI はこの一件に数ヶ月をかけて向き合っていた。次に、2022年のコロラドスプリングス。ある軍人が上空に見慣れない物体を目撃した。2025年3月の FBI の面談記録によれば、その人物は物体を豆のような形で艶消しの白、表面には交差する線や輪が抽象的な多角形の模様を作っていたと説明している。この事案は2023年に AARO 米前領域異常解決局に報告された。AARO の情報機関のパートナーは低い角度で観測された対象を山の雪面で反射した太陽光が低い雲の底を照らした光放散乱によるものと評価した。ただしその評価はあくまで低い角度にとどまっている。ここから時代は冷戦期へ遡る。CIA は今回複数の古い情報報告を公開した。1956年と1957年、ハンガリーのブペスト上空で報告された飛行物体。1956年の報告には、物体の体型とブダペストからモスクワへ向かう飛行経路を描いたスケッチが添えられている。1952年12月のメモは、イギリスが UFO の正体を突き止めようとしていた活動を伝え、空軍基地で高官やパイロットが目撃した事案に触れている。1968年には、ラダック、ネパール、シッキム、ブータンというヒマラヤの一帯で2月から3月にかけての7件の目撃が報告された。
そしてアメリカ空軍が数多くの事案を統計的に分析した報告書、プロジェクトブルーブック特別報告書も CIA の公式記録写しとして閉じられていた。記録は地球の外にも及ぶ。1965年6月、ジェミニ4号はアメリカ初の宇宙遊泳を行った4日間の飛行だった。飛行士のジェームズ・マクディビットとエドワード・ホワイトは、機外に見えた明るい粒子について報告している。回収艦 USS ワスプの上で行われた帰還後の聞き取りで、ホワイトは飛行中にきらめきを見たと語った。さらに遡る1962年11月、ジャーナリストのウォルター・クロンカイトは宇宙飛行士のゴードン・クーパーにインタビューした。クーパーは非常に多くの極めて優秀な人々が論理的な説明のつかない物体を見ていると述べ、生命の住める環境を持つ他の惑星の存在について語っている。72件を改めて並べてみる。報告した機関は FBI、CIA、NASA、そして国防総省へと広がっている。残された書式も FBI の面談記録や捜査記録、CIA の情報報告、NASA の聞き取りへと様々だ。現れた形も北東部の赤い光や球体、コロラドの豆のような物体、ブダペストのスケッチ、そして軌道上のきらめきへと移り変わる。それでも共通する流れがある。対象が観測され、公式の書式に記録され長く機密とされ、そして今公開されたという流れだ。ではこれらの記録は何を意味するのか。AARO や FBI はその多くについて観測された内容を記録するだけで、それが何であったかという結論は出していない。現地で自分の目で物体を見たあの FBI の捜査官たちでさえ、それが何だったのかについては結論を残していない。宇宙人だとも見間違いだとも公式には断定されていない。観測され記録され、評価が結論に至らないまま機密解除された。それが72件の今の到達点だ。本動画で取り上げた記録は、機密解除プロジェクトパーシューが2026年6月12日にリリース03として公開した公式記録だ。原版書と映像はすべて war.gov/UFO で閲覧できる。北東部の捜査やコロラドの事案は概要欄と関連動画で1件ずつ詳しく取り上げていく。本チャンネルはアメリカ政府が公開した機密解除ファイルを公式記述に忠実に紹介するチャンネルです。今後も世界各地、各年代の事案を取り上げていきます。